このやり方ダメだよ。禁止。絶対やめて。皆さんこんにちは。ズボラの足りない深井です。今日はサブチャンネルで、筋膜ローラー使い方について詳しく解説していきたいと思います。大きく分けて3つですね。まず1つ目、筋膜について、まず筋膜ってそもそも何なのか。2つ目は、間違った使い方で起こること。間違ったら何が起こるのか。これを解説していきます。3つ目に、絶対やっちゃダメな間違った使い方の例をご紹介しますので、ぜひ最後まで見てください。1つ目、筋膜についてなんですけど、筋膜ってそもそも何かというと、全身を、全身タイツみたいに覆ってる、筋膜の外を覆ってる膜ですね。で、網目状の薄い膜です。で、イメージしてもらうとわかるかもしれないんですけど、外側の膜が硬い状態で、中の肉を伸ばそうとしても伸びないんですね。膜が硬いから。だから外側の膜を緩めてあげてから筋肉伸ばすと、ストレッチの効果も高まりますよっていうことです。二つ目、間違った使い方で起こること。これがね、すごい怖いです。よくあるのが、もうゴリゴリやれば OK みたいな思ってる方がいるんですけど、そうすると、もう痛めちゃいますね。で強くやりすぎるともう痛めちゃってるっていうかもう炎症起きちゃうっていうパターンもあると思うので、本当にやりすぎは良くないです。どんなことがダメか最後にね、ご紹介しますので。で、やりすぎてると、本当に内出血もあざになったりとかしちゃいます。これ本当に気をつけてください。で、逆にやりすぎた結果、ギュッて力入っちゃったりしても逆に筋肉硬くなります。その場所も硬くなるし、筋膜って繋がってるんで、もう全身のバランスが崩れたりするので、本当にやりすぎは良くないです。で、最後お待たせしました。絶対やっちゃいけないやり方の例ですね。例えば外ももとかを、もうこうやって完全に体重かけちゃう。で、ゴロゴロ。もうこれ自分の全体重がここかかってるんで激痛なんですね。これ絶対ダメです。いてててて、これダメ。いてててててて。で、もう基本的に、下半身に関して両足を乗っけちゃうってことはダメだと思います。例えば前ももとかも、こうやって全体重かけたら、まあまあ痛いので。だからやるんであれば、片足を、こうやって、下に下ろして、こう片足ずつやるとかね、こうすると負荷が調整できるのでいいと思います。で、裏ももとかふくらはぎも同様です。こうやってもう、両足のけで全体重かけるとめちゃめちゃ痛いめっちゃ痛いので、やめましょう。やるんであれば、今日ね、メインチャンネルで解説したように、片足ずつこうやって、優しくやってあげるのが良いと思います。僕と一緒にね、危なくない、筋膜ローラーの使い方、今日メインチャンネル投稿しますので、概要欄からぜひ見ていただければと思います。で、最後にメインチャンネルでも紹介した、筋膜ローラー、そもそもどれがいいのかっていう、この疑問よくいただくのでご回答します。僕何種類か買いました。で、結局この2種類に落ち着きました。僕の一番のおすすめはこちらです。これね、金額も高すぎず、なおかつ結構柔らかいんです。柔らかいからね、痛める危険性がないし、そんなにこう、ギュッて痛くならない。だからこれ結構個人的におすすめです。で、これね、僕が買った中で最安なんですけど、これも普通におすすめです。めちゃめちゃ安い割に何の問題もない。ただ、こっちに比べると、ちょっと硬いから、僕みたいにね、体が硬い人とか、結構体重がある方は、こっちの方が、優しめかなっていう感じです。でもこっちも全く問題ないです。なんでこの2つがおすすめかなと思うので、一応概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。お疲れ様でした。テレビ見ながらとかね、ぜひ無理ない範囲で習慣化していただければ嬉しいです。で、サブチャンネルもメインチャンネルと一緒に更新していきますので、ぜひチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。最近ね、ボイシーって無料のラジオアプリ始めました。それも概要欄貼っておきます。ボイシーでは皆さんの悩みに個別に回答してますのでね、ぜひ、ボイシーにコメントいただければ、ボイシーで順番に回答していきますので、よろしくお願いします。これからも一緒に頑張りましょう。